あこんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビに餌をあげてみたいと思います。こちらにおわしますのはボールパイソンという種類のヘビなんですけど、特徴としてめちゃめちゃおとなしいっていう特徴があるんですが、餌を食べなくなっちゃう、拒食になりやすいっていう特徴もあるんですね。で、大きくなってくると拒食になったりします。生成熟って言って卵を産む準備ができるとちょっと一旦食べるのやめようってなったりとか、あとは冬になると食べるのやめようってなったりするんですけど、そういう時の餌を食べやすくするコツとして生きた餌をあげてみるっていうことと、違う種類のネズミをあげてみるっていうことがあります。いつもと違う匂いだぞとか、いつもの餌より匂いが強いぞと思わせたりするのが目的ですね。うちではもう基本的にボールパイソンはラットっていう種類のネズミをあげるのが一番だと考えています。栄養価の問題とかがねあるので、基本的には全部ラットをあげていて、うちのお店の子たちにはラットをあげていて、全て冷凍してある冷凍ラットを解凍してあげてるんですけど、それだと食べなくなっちゃったっていう子がいた時には、応急措置として生きたラットをあげたりすることがあります。やっぱね、食べなくても平気な生き物なんですけど、飼い主としては食べてくれた方が安心するという声をよく聞きますので、食べなくなっちゃったな、不安だなっていう時には生きたネズミとか、この子はマウスっていう種類のネズミなんですけど、ハツカネズミですねをあげてみるっていうのも一つの手かなと思います。これマウスの特徴は、ハツカネズミの特徴はラット、クマネズミたちよりも大きくならないっていうことですかね。あと白い子が多い、目が赤くて。ちょっとあげてみたいと思いますけど、ヘビは温度と匂いで、餌を判別します。これはまだ説明も終わってないのに。なかなかこのサイズのヘビが、ボールパイソンが捕食をするのはインパクトがありますね。今これ何をしているかっていうと、締めて絶命させています。ボールパイソンは生きた生き物を食べることはないので、まずは締めて絶命させる。ボールパイソンにも歯があるんですけど、すごい細い魚の骨みたいに細い歯があるんですが、その歯は、生き物を噛み砕いたり引きちぎったりするためのものではなくて、こうして食い込ませて逃げないようにするための歯です。なので肉食獣と違って歯があまり発達していません。完全に絶命して安心しきったら丸飲みするというのがヘビの捕食スタイルですね。この子実際にね、あんまり食べない子だったんですが、生きたネズミだと反応しましたね。普段の種類のラットではなくマウスだったからかもしれません。めちゃめちゃ慎重ですね。完全に動かなくなったけど、まだ安心しきっていない。絶命を確信したのかな。だいたいね、こうやって頭を探します。頭から丸飲みしていくのが主なスタイルなので、頭どこかなみたいなのをこうアムアムしながら探していく。繰り返しますが、当店では普段はですね、冷凍したラットを与えています。その最大の理由は、一般的なボールパイソン飼育者の方が手に入りやすいのが冷凍ラットだからですね。生きたネズミってなかなかどこにでもいつでもあるわけではなくて、冷凍ラット、冷凍マウスっていうのはいろんなところにあるんですけど、それを与える方が多いので、うちでお迎えしたヘビがなるべく環境を変えずに餌を食べることができるように、生きたネズミの繁殖もしているんですけど、餌用に一度冷凍して締めてからそれを解凍して与えるようにしています。生きたネズミの方がね、今日見たら分かるように食べやすいんですね。あとこう食欲を刺激してくれるんですけど、それに慣れちゃうと冷凍のネズミを食べなくなっちゃうので、うちでお迎えしてくださる方がお迎え後、餌やりで困ることのないように、苦労することの少ないように同じ環境を再現しています。なんならちょっと過酷というか、あんまり良くない条件で餌をあげ
ることでお迎えされた先ではなんかもっといい環境じゃん、もっといい条件じゃん、餌食べようって思ってくれるようにしています。過酷な環境とか条件って悪い餌をあげてるとかでは全然なくて、例えば餌って、濡れてる状態より乾いてる状態の方が食べてくれやすかったりするんですね。でもあえてびっしゃびしゃであげることで、普段よりも食べたいって思ってくれやすいようにするとかですね。餌やりってやっぱりね、うまい下手っていうか慣れ不慣れっていうのがあって、僕らヘビ屋なので餌やりめっちゃ慣れてるんですね。だから割と餌やりで苦労することは少ないんですけど、餌やりに慣れてない方だと最初は苦労することがあるじゃないですか。だからなんだろうな、不慣れさを再現するって言ったらあれですが、こうやれば食べるんでしょっていうのは分かっていても、あえてそういうテクニックを使わないで、あげたりしています。ボールパイソンはね、さまざまな色や柄が大きな魅力と言われているヘビなんですけど、この子はね比較的原種の色に近いかなと思います。今ではね、もうアメリカを中心としてヨーロッパやアジアなどでペットスネークとして人気ですけど、もともとはアフリカの一部に生息しているヘビなので、現地では今も野生のボールパイソン、こんな感じのボールパイソンがこんな感じで野生のネズミを食べていることでしょう。今皆さんはアフリカのボールパイソンの原点をご覧になっています。こんな感じでヘビはご飯を食べます。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの中でもほぼ大人大蛇が餌を食べる様子をご覧いただきました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。